皆さんこんにちは、ちなみです。こちらタムロンの 70-180F2.8 E マウントフルサイズ対応の望遠ズームレンズです。E マウントの望遠ズームレンズは純正しか選択肢がなかった中で、待望のサードパーティーの望遠ズームレンズが登場しました。こちらのレンズは来月5月の発売予定なんですけども、その発売に先駆けてタムロンさんよりレビュー用に貸していただきました。めっちゃ嬉しいです。私ですね、このレンズが発表された昨年の9月かな、昨年の秋に発表されて、もうずっと心待ちにしてたんですよね。というのも、もともと中望遠以上の価格のスナップが好きだということと、あとこの2875のタムロンの標準域のズームレンズを使っていて、写りには大満足していたので、こちらの望遠ズームの発売を心待ちにしていました。今回はこのレンズの特徴と、あと、森に入って作例を撮ってきたので、それらを紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。特徴といえば、まずは何といってもこのサイズ感と重量ですよね。望遠ズームといえど、このサイズ感で 810g と軽いです。私はスナップが主な用途で長時間持ち歩くことも多いので、この軽いっていうのはとても嬉しいです。そしてデザイン。私はタムロンのこのはしゃがないプロダクトデザインが大好きです。最初2875を手にした時は、この直線的なフォルムとズームした時のスコスコした感触が正直少し安っぽいなと感じていました。しかし使い込んでいくと軽さであったり、ズームリング、ピントリングの扱いやすさ、そして何より写りに信頼感を覚え、どんどん愛着が湧いていきました。造形美ではなく機能美、表立っての主張は弱いけど、結果で実力を示す。その結果を残すためのベストな衣装がこれなんだみたいな、そんな静かなる主張を感じます。このレンズとボディの間に配置されたルミナスゴールドのブランドリングは、もはや私にとって信頼を象徴するものとなりました。タムロンの E マウントズームレンズといえば、私が持ってないもので広角のズームレンズもあるので、これで、3種類バリエーションが揃ったことになります。それら3つどれもこのフィルター径が 67mm なんですよね。なのでこういうフィルターであったり、あとキャップですね、レンズキャップが、どちらにも使えるっていう、こういう配慮も嬉しいですよね。では次からは撮影性能です。こちらのレンズ、ズーム全域で85センチまで寄ることができます。180mm にしてもこの85センチまで寄れるっていうのはなかなかすごいですよねというか、撮影しててもとても便利でした。そしてさらにカメラ側でマニュアルフォーカスにした時には、最短撮影距離が27センチまで寄ることができます。ただこれはタムロンのウェブサイトにも書かれているんですけども、その27センチマニュアルフォーカスにして近接での撮影を行った時は、周辺部分の画質が低下するためにピントが合いづらくなるということです。このマニュアルフォーカスでの撮影も少し試してみたんですけども、27センチっていうと、このぐらいの距離離して撮るのかなと思ったんですけども、ちょっと私勘違いをしていて、この最短撮影距離っていうのはイメージセンサーから被写体までの距離なので、もうこうカメラがあったら、本当これぐらいなんですよね。被写体に触れそうなぐらいまで近づいて撮影することができました。後ほど紹介する作例の中ではこの近接での撮影を行った作例がないので、また今後の動画でそういう撮影も行って紹介したいと思います。そしてオートフォーカスの性能なんですけども、すごい速くてまた正確です。製品ページによると、タムロン初となるリニアモーターフォーカス機構 VXD を新たに開発搭載しました。髪の毛1本分の10分の1以下である 0.005mm 単位での制御と高速動作を両立し、かつてない高速高精度オートフォーカスを誇ります。とあります。もう何が何だかちょっとよくわからないですが、とにかく早かったです。では、あとは画質についてなんですけども、これはもう作例を見ていただいて皆さんに判断していただければと考えております。このレンズのボケ味がどのようなものか気になっている方も多いかなと思ったので、F2.8 の絞り開放で主に撮影を行ってきました。作例は森に入ってのスナップが中心なんですけども、最後の方に三脚立てて、あとリモコンでセルフポートレートも撮ってきました。画面の隅っこに撮影時の設定も入れておきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。
作例をご覧いただきありがとうございました。何か感想などありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。このレンズまだしばらく借りていられるようなので、今後も、撮影風景とか、あとまた撮った写真の紹介とかの動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。